どうもペランです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になった機体を紹介したいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 90B3B メタリックドーンですね。メタリックドーンはバイドシステムアルファと同様、研究者によって開発された機体ではなく、鹵獲してきたバイド機体のサンプルで、見た目がグロテスクなバイドシステムアルファとは対照的な、機体の装甲が流体金属で覆われた美しい機体ですね。主な武装も流体金属を用いたものになっているのも特徴的で、搭載されているメタリックフォースは、フォースから流体金属を伸ばすというシンプルな能力ですが、遠距離攻撃性能が皆無の白兵戦専用機もびっくりするレベルの近接戦闘仕様になっています。また、フォースは弱いエネルギー弾を反射することが可能になっており、役に立たないけど珍しい能力を持っていますね。さらに、メタリックドーンはミラーシールドビットが装備可能になっているため、弱いエネルギー弾を反射するという能力だけで見れば、一番能力の高い機体になっています。全く役に立たないので意味はないですけどね。赤のランスメタルは、フォースから真横に向かって槍のように流体金属が1本だけ伸びる仕様になっており、伸びた流体金属は若干赤みを帯びていますね。破壊力さえあれば青や黄色と差別化できてまだ良かったんですが、破壊力はかなり微妙で攻撃範囲も狭いため、使用するメリットがあまり思いつかない残念な装備になってしまっています。青の V メタルは V 字というよりも L 字状に青みがかった流体金属がフォースから伸びる仕様になっており、メタリックフォースの中では攻撃と防御の両方に使えるため、一番使用頻度が多くなると思います。上下左右の動きに合わせて若干形状変化があるため、この流体金属の揺らぎも V メタルを使いこなす上ではかなり重要になると思います。ただし、流体金属が伸びた部分は物理攻撃しか防ぐことができないため、防御目的で使用する場合は、エネルギー弾系の攻撃は防ぐことができず、視認性が悪くなるということは理解しておく必要がありますね。黄色の I メタルは上下に流体金属が伸びて大きな盾のようになりますが、V メタルと同様にエネルギー弾系の攻撃は貫通してくるため注意が必要です。一見すると防御に最も適した形状に見えますが、エネルギー弾が命中してしまう角度まで近づかれてしまうため、機体のポジションにはかなり気を使う必要があります。もともと高くない攻撃力が伸びた流体金属をまとめて当てることが難しくなった分、破壊力も期待できない状態なので、使う場所は慎重に選んでくださいね。次にフォースを切り離した後の状態ですが、フォースを切り離すと機体と同じ形状に変化する仕様になっています。機体と同じ形状になるならデコイ性能とかがあれば面白かったんですが、残念ながらそういった便利な機能はないみたいですね。珍しい 3-way フォースショットになっており、右水平方向と斜めの3方向へ発射されますが、上下方向へのショットがなく、フォースショットの間隔も 4-way フォースショットに比べて広くなってしまっているため、汎用性と火力の両方が低下してしまっています。火力のほとんどが波動砲とフォースショットに依存しているため、可能なら 4-way フォースショット以上にしてほしかったですが、波動砲だけでは高難易度を切り抜けることができないため、フォースショットの使い方はかなり重要になると思います。ミサイルは目玉爆雷、目玉追尾ミサイル、目玉誘爆ミサイル、追尾ミサイルの4種類から選ぶことが可能になっており、順当に選ぶなら目玉追尾ミサイルがいいと思いますが、フォースショットが上下を攻撃できないため、目玉爆雷を積んでみるのも意外と悪くないかもしれないですね。波動砲はフォース波動砲 LM が搭載されており、流体金属の塊を飛ばして攻撃を行いますが、フォース波動砲と同じく切り離したフォースからも波動砲を発射可能になっています。フォースを切り離した状態の方が破壊力が高くなるため、破壊力を重視したい場合は、フォースを切り離してから波動砲を発射する必要がありますが、モーニンググローリーと違い、波動砲以外の武装の攻撃性能が高くないため、フォースを後ろに飛ばして波動砲を発射したりするなど、波動砲をいかにうまく命中させるかというのが、この機体でステージを攻略する上で最も重要なポイントになると思います。メタリックドーンはミラーシールドビットを装備可能な数少ない機体で、流体金属を使用して攻撃を行う装備が非常に面白い機体ではありますが、残念ながら性能自体はモーニンググローリーの介護官という位置づけになってしまうため、飛び抜けて強力な機体というわけではありません。しかし、フォース波動砲 LM は2ループが上限の波動砲の中では極めて優秀であり、フォースショットや V メタルなどのサブウェーブンをうまく使いこなすことができれば、ちゃんと戦うことが可能な機体なので、フォース波動砲が好きな方は、モーニンググローリーとは違う魅力が詰まったこの機体で遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。